到着と思われます。いただきます。そしてはい、おはようございます。今ですね、8時22分。室温 18.1 度、湿度が 61% です。昨日ね、夜から雨が降ってたので、湿度はね、ちょっと高めです。ただ室温はね、18.1 度とかなり下がってるので、車内ではね、だいぶ快適に眠ることができました。いずれにしてもね、準備して、今日はね、金沢の方とかね、行っていきたいと思います。はい、ということでね、今出発しました。なんだか今日は寒いです。ゴールデンウィークの中で一番冷えてるかも今日、寒い。長袖2枚で出たけど寒かったもんね。15度ぐらいしかないんでしょ。多分マックス16度とかじゃなかった。今とあんまそんな変わんない感じの。でこれを右に曲がって金沢方面に走ってくる。1時間は走んないけど40分ぐらいはまだ走るかな。はい、ということで今日はですね、金沢市の方今向かっておりまして、以前行ったね東茶屋街とか、あと近江町市場、あとは前回行けなかった兼六園とかね、そこまでねもし行けたらいいかなと思っております。駐車場がねやっぱりねちょっと金沢ってね難しいんですよ。特にね東茶屋街とか近江町市場、兼六園、あの辺りはですね駐車場自体いっぱいあるんですけど、激戦区なのと、あとねやっぱねキャンカーが入れる駐車場っていうのがね結構限られちゃってるんで、そこもね3カ所ぐらい一応今ピックアップしております。1個ずつ行ってみて空いてればそこに止めるみたいな、多少遠くてもねそこはしょうがないかなっていうところで、今考えております。今回はですね、今ね石川県に入りまして、全国制覇旅石川県編ですね。はい、でただねご存知の通りですね、今年の1月1日にですね能登の方でね、大きな地震がありまして、もう今日ちょうど5月1日なのでちょうど5ヶ月、5ヶ月っていうか5月まで来たんですけども、もう約半年経つよね。そうなんですけども、復旧というか復興に関しては発展というかまだ始まったばっかりというところで、まだね被害の多くはそのまま残っているという状態です。でそれに際してですね、能登の方のまで行くというのはいろいろやっぱ考えた結果なんですけども、今日のところはちょっとまだやっぱ厳しそうかなと、復興の方にね関しまして、私たちの方でね何かこうできることっていうのが、一番ね、簡単というかこれは誰にでもできることだと思うので、今回ねそれをねやってみようかなと思うんですけども、石川県の方でね復興支援に関しての応援消費とか応援食事とかっていうねこのロゴマークが出てるところがありまして、出ているところっていうのは応援消費とかに携わっているお店ということなので、何かしらの形で復興につながるというか、私たちの方で協力できることがこのお店だったらできるのかなと思っております。今回はですねそういったお店を中心に回ろうかなと思っております。少なからずね自分たちでできることっていうものをねいろいろ考えた結果、それが一番、最善というかすぐできること思いますので、今回はですね紹介をねさせていただこうかなと思っております。八番ラーメン2個目だ。やっぱ八番ラーメン多いよね。多い。この辺は西茶屋街が近い。そう東茶屋街っていうのと実はね西茶屋街っていうのもあるんですよね。注目度で言うと東茶屋街が大きすぎてそんなに聞かないんですけど、でも西茶屋街は写真で見たらねそれはそれでまたちょっと違う雰囲気だった。どんな雰囲気？もう少し落ち着いた感じ。東茶屋街やっぱちょっと派手な感じ。イメージね。だからまたちょっと違うかなと思って。この橋すごいね。で、もうねあと2キロぐらいでその第一候補の駐車場に着くので、もうだいぶあれだよね、都心部っていうか、市街だね。だいぶ市内の方に入ってきて、雰囲気もね、こんな感じですかね。今見ての通り金沢もそうですし福井の方もそうでしたけど、やっぱ都心部はすごいね密集してますし開けてるので、結構ねキャンカー厳しいとこ多い。そうただこのねキャブコン、国産のキャブコンのいいところはそういうところでも一応行けるっていう利点。高さ制限がなければね大体入れる。こんなんだったっけ？覚えてない。アルマーニ、ルイ・ヴィトンとかさ、ロレックスとかも入ってる。でも建物新しいっぽそうだよ。この辺の記憶はあんまりないな。
むしろこの辺通った。わかんない、反対から来たのかな。これは右に曲がる。でこれ右に曲がったところにね、結構駐車場がねパラパラっとありますんで、ちょっと待った、そこ左入れるか。どうする？もうちょい東茶屋街が行く？あ、マジやん。あ、前回ここじゃないの止めたの。うん、そうだそうだ。前回止めたのここですね。ちょうど今ボーダーが止まってるところ。あ、で入れないわもう。うん、そうそう、ここに止めたんよ前回は。そこは空いてんじゃん、行きたい。バーがなければね、もうどこでもいいんですよ、極論。バーがない。ないね。行けるかな。こどこどこ。そう、目の前のところも止めやすいんじゃない？ほら。あら、でもちょっと難しいか。ただ入れるならいいとどうやって入れるか思うけど、でも隣もあるのね、一応。そうそうそう。はい、こんな感じでですね、駐車場なんとか収まっております。扉もね開けられるぐらいの隙間があります。ただ長いのは厳しいかな。ボーダーとかちょっと厳しいかも。軽とかだったらねまだ止めれるとこあるんですけどね。でも割とここ空いてるのかな。こんな感じで来る日によっては空いてるかなと思います。はい、ということでね、今車を止めたので、これからですね東茶屋街の方に向かっていきたいと思います。ずっとまっすぐ。そう今ね1個入った裏通りなので、このまままっすぐ行って突き当たりを左。あ、まあここ左でもいいけどね。結構空いてる今日は。だから今日はやっぱ少ないのかな。安いかも。止めたところいくらか見てないもんね。1200円ぐらい。あ、そうなの。まあちょうどいいとこだからね、あそこ。橋を渡れば東茶屋街です。はい、ということでね、今ね東茶屋街に入ってきたと思います。中途半端なとこから入っちゃったから、以前来た時よりかははるかに少ない。なんか金箔系のお店結構あると思って。前ここじゃないか。なんか奥の方行ったよね。なんか前この辺のやつ入んなかったっけ。なんかこの辺のお店なんか入ったような気がする。あれじゃない。あれどっかで金箔ソフトクリーム。なんかさ2階行かなかった。2階建ての。そうこんな感じで。まあ以前に比べると人が少ない。ハートの。ああ、そうだそう、こういうやつだ。このマークがあるとこでしょ。これが多分いろんなところにあるんじゃないかな。かき氷屋さん。カフェだ。ご飯じゃない。いやあるでしょ、ご飯屋さん。食べれるとこがさっきの方が多くて、多分それで人がいっぱいなのか。ご飯屋さんは。よし、じゃあちょっとぐるっと回ります。ドブロハンバーグ定食。それでじゃあ入ろうか。お店に入ります。あ、これにしよう。これでうーちゃんと一緒に食べようかな。こののどぐろ定食。この上のやつね。そう。のどぐろ定食と、じゃあママとこれでうーちゃんと一緒に食べよう。定食1点につき100円寄付ができるみたいなんで、基本的に定食にしてます。主菜が2つだし。でパパのはのどぐろ定食。これ1日15食限定でしょ。結構レアな。でこれが土鍋です。あ、これね。土鍋で炊いた。じゃあ食べる。いただきます。うーちゃん美味しいらしい。美味しい？よし、今ですねご飯食べてきました。でこれからね金のアイス、金箔向かいます。比較的やっぱりね空いてるイメージです。なんで今日はいろいろ回れそう。甘味どころ。甘味どころ。美味しかったな、さっきの。のどぐろ定食も美味しかった。ね、あ、ここもご飯屋さんだ。本当だ。おでん。お昼時なのにお昼が空いててよかった。これでぐるっと回ってきた。よし、金箔。
蒸しだ。わおお、すごい。これ食べやなんかね。お。さあ、お待たせしました。どうぞ。いいよ。にってしてみて。向こう向いて。なんか口元が小さくなる。もう見せて。ついてるね。ちょっとにしてて。にしててね。そのままにしていいよ。パパ見て。何やってくれたの。ちょっとだけ日本酒のお店を見つけたんで寄ります。粉がごめん。商品の売上金から1本につき200円を石川県と記載した蔵元に2枚金として還元する書いてあるよ。200円。 200円。1本につき200円。このハートマークがついてるやつが対象で。対象で1本200円。あ、ちょうどじゃあうちと反対。反対だね。あ、そうなんです。昨日まで福井に行って、昨日行ったんですね。はいあそれで今日から石川に入って、あ、はいはいはい。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうごはい、すいません。まさかの、関東の人。でもなんかいいね。それはそれで楽しみ方がそうね、一人でトリップやばいね。すごいね、もう最高。リアルトリップしてるよね。よいしょ。ぜひね、またどこかでお会いできたらと思います。この度結構声かけてもらえる。意外と確率高い。おこや。ワインだけ。お待たせしました。ちょっとワインだけつけてください。はい、すいません。どうも。はい、ありがとうございます。はい、こちらでね、お土産購入してきました。13,000円分ぐらい。あとさっきお酒も日本酒も買ったので、あれは義援金がそう。入るとかね。これはなんかそのお店のやつでやってるやつ。全部食べ物っていう。そう。まあこれがちょっとね人に合うのもあったからちょうどよかったかちょうどよかった。ら。はい、とりあえずね今東茶屋街を出てきました。でこれからですね近江町市場の方に向かっていきたいと思います。昨日まではねすごい暖かかったんですけど、今日はねめちゃくちゃ寒いので一旦車に戻って服着替えます。はい、一旦ね今車に戻ってきました。でちょっと荷物置いたりね、うーちゃんトイレ行かせたりとかちょっといろいろ準備します。はい、こちらね先ほど買ってきた、石川地酒のこれ日本酒ですね。でねこの日本酒が義援金付きってやつで、購入した分の、何%かなが復興支援に使われるということなのでこちらを購入しました。はい、ということでね今車で着替えたりとかしてきたのでこれから近江町市場の方に向かっていきます。そう近江町市場はねもうこの駐車場の裏側なんですぐです。近江町市場が一番近い。まあでも東茶屋街まで歩いていけるからね。で兼六園も歩いていけるけどちょっと兼六園はねまたねちょっと今もう2時半回ってんで時間的に厳しいかもしれない。近江町市場よいしょ。よし中入れました。美味しそうだね。売り切れだって。昆布締めちょっ元フグ昆布締めと。ヒラメヒラメ美味しそうだな。じゃあもう一度こういうのいいね。こういうの送ってあげたら嬉しい。あ、この辺は刺身とか柵で売ってる。カニがすごいな。
本当だ。愛知さん。卵が。本当だ。だからなんかこのぐらいの。そうです。はい、はい、ちょっと待ってください。こびじみ。はい。はい、ということでね、今一旦冷蔵庫に買ったもの入れて、でこれからですね、小山神社の方に向かおうと思います。はい、ということでね、今ですね、小山神社の方に向かっております。この先をね、もう少し歩いたところで、右に曲がると見えてくるはずです。で、この辺ですね、もう神社、仏閣等が多そうな雰囲気というか、見ての通りなんですけど、こういった通りになっております。これから行くね、小山神社ですが、前田利家公ですねが建てた神社になります。特徴的なところで言うと、神門のところがステンドグラスが貼られていると。なんかね、どうやら設計した方がオランダ人の方で、西洋文化も含まれた神社になっているということです。そう、ただね、こっち側から入るとその神門がですね、横から入っちゃうんでちょっと見れない。一回中入ってからくぐるような感じになります。はい、このままね、まっすぐ来て入れそうですね。目の前に小山神社っていう看板が立ってましたので、このまま入れそうです。はい、でこのね、前田利家公が新しいもの好きということで、そういったね、西洋文化、当時のね、取引があったであろう西洋文化で、オランダ人が設計してるからステンドグラスがあるということみたいです。はい、今ですね、中に入りました。あれがね、正門っぽい。あそこがステンドグラス。そうそうそう、見えたね。小山神社、こんな感じですね。はい、こんな感じでですね、ステンドグラスが見えております。このね、神門って呼ばれているところ、今ね、この見えている目の前の門の一番最上階ですね。こちらがステンドグラス。なんかいた？ちょっと横を見るみたいなんで一旦回ります。なんだろうね、これ。これがあれですよ、前田利家公像。結構大きいですね。背負ってるやつあんじゃん。あれはコロって言うんだって。戦国時代で後ろから矢が来るときに背中を守るっていう。そういうことね。矢が背中に当たらないようにってことね。あの中にクジラの骨とか、竹串、はいはいはい。ヒゲとか、骨組みに入れることによって刺さっても大丈夫なようになってるってことね。貫通しないような設計なんだよ。へえ。後ろは見えないからね。すごいね。魚がいるってわけでもない。もちろんよいね。そうだね。じゃあ御朱印帳取りに行きます。御朱印です。綺麗な模様です。He does Instagate? Yeah, I see all the time. Oh my god. I feel likeはい、ということでね、今小山神社行ってきました。でこの後ね、もうそのまま車に戻ります。ちょっとまた歩くのでね、一気に車まで戻ります。よいしょ。寒かった。とりあえず寒かった。そしてよく歩いた気がする。なんだろうね。
とりあえず寒かったよ。はい、ということでね、今出発いたしました。この後は一回ね、温泉の方に向かっていきたいと思います。今移動してるんですけども、今回ですね、東茶屋街と近江町市場と小山神社、小山神社。前回よりちょっとプラスになったね。駐車料金ちなみに1100円でした。で、ところどころね、もっと安いところありまして800円とか。それでもね、キャンピングカー入れるところもあったんで、多分ね、今日が空いてた日なんでそれでも良かったんですけど、混んでる時はね、もうすぐ埋まっちゃうんじゃないかなと思います。一般車とかでも普通に。でもさ、ルート的にさ、近江市場行ってご飯食べてから、東茶屋街甘味とかが多いからさ、そこでなんかちょっとお茶をするぐらいがちょうどいいかもしれないね。そうだね。はい。で、今回ね、来る前にねお伝えした通りなんですけども、能登の支援ということで、何かしらの形で、できないかなと思いまして、日本酒のところでは義援金付きの価格で出てる日本酒を買ったりだとか、金箔のお店かな、能登の、支援のやってるお店だったので、そこでね全て購入しました。本当ね、そんなねすんごい額使ってるわけじゃないんでビビたるものかもしれないんですけども、何かしらのね形で、携われてよかったなと思います。これ面白い。2車線通行が時間帯によって変わるやつでしょ。寒っ。一昨日まではね本当にね半袖で十分みたいなね。暑くて夏日みたいな日々だったんですけど、急にねガラッと変わりまして、今日はねめちゃくちゃ寒かった。寒かったよ。ヒートテック着て長袖着て寒いなと思ってシャカシャカのやつ着たけど、それでも寒くて途中でパーカー中に来たもんね。それでも寒かったんだけど。今日はですね、この後は一回ね温泉お風呂に行こうと思ってます。あと2キロちょっとで着くんですけども、なんかねここの温泉は、予約はできないんですけども家族風呂があるらしいんで、久々にね、家族風呂入れたらいいかなと。はいとそうこうしてるうちにですね、もうちょっとしたら温泉なので、このままねまっすぐ向かいたいと思います。これかな。着いた。楽ちんの湯。そう。どっから入んだろう。これか。家族風呂入れるといいな。でもなんか混んじゃってるね。さっき電話した時はまだ空いてますよって言ってたけど。とりあえず行ってきます。よし、今日はね家族風呂が取れました。よし、じゃあ行こう。家族風呂です。久々の家族風呂、こんな感じです。結構広いな。思ったより広い。いい感じですね。シャワーも2つあります。で、ここ脱衣ですね。これで60分2800円なんで、これは安いんじゃないかな。入浴料とか全部込みです。子供1人、大人2人込みでその値段なんで。はい、ということでね、お風呂入ってきます。いただきます。はい、今ですね、温泉に行ってきました。めっちゃ久々の家族風呂でした。やっぱたまにはいいよね。で、値段もそんなに高くなかったかな。家族全員で2800円だからね。でね、温泉もね結構ね暑くなくて子供も全然入れるやつでしたね。はい。で、今日はねこれから移動するんですけど、その前にねママがスタバに行きたいっていうのでスタバにも行きます。まだあるかな。ママがねスタバに行きたいっていうんで来ました。なんかメロンなんちゃらなんちゃら、これ限定のやつが欲しいらしいです。飲みたいらしい。で、今ですねスタバ行ってきました。で、ようやくねママの念願メロンフラペチーノを購入することができたようです。メロンです。美味しい。で、せっかくだからねスタバの全国制覇スタバスタンプもやろうと思ったんですけど、スタバカードに入金してそれで払わないとそれが入力されないっていう、スタンプされないっていうの、ウェブスタンプみたいな。だからもう一回行かなきゃいけない。で、今日はねこの後は20キロぐらいこの後まだ走るので、また走ってね、到着したらご飯の用意とかねしようかなと思っております。ペンギンだって。何ペンギンっていうお店。綺麗だね。はい、
道の駅に到着しました。せやせやご飯にするよ。もう十分しよう。今日はもう7時半過ぎてもう8時近いので野菜がなかったんだよね、だからスーパーじゃなくてコンビニで売ってたまたお惣菜とあといっぱい買ってきたお刺身類とかぼちぼち食べようかなと思います。じゃあ準備。甘エビ思った以上に解凍しない。昆布しめさん。それかこれがすごい多いから今日これ食べてこれ明日食べちゃうか。ああ、まあそれでもいいけど。これなんだっけ。糸より人よりか。人よりもすごい量あるよ。ありがたいこと。はい、ということでね、今日はね、昆布締め、ヒラメがね、あまりにも解凍できてなくて、本当はこれ食べたいんだけどね。先生また明日。明日に逆に足りる？こんなにはこれあ、糸より、そうか。それ全部食べちゃう。食べちゃうのよこれ。うん。あ、これは結構解凍できてきたね。まだちょっと結構冷たいけど。あと甘エビがあるから。あ、そうそう。これね、近江町市場で買ってきた甘エビ。これはもう今日食べないと。塩水にガーってやってサラッと洗っちゃおう。これで600円分を500円分にしてもらったよ。なんか頭の方もあれだよね。なんか甘エビの頭はとてももったいないから明日焼いて明日食べようかな。頭と胴体分けて今回の旅でたくさん消費されている谷口屋のお揚げあれば購入する。3回目だもんね。これマジでうまい。パパがドハマりしてる。はい、今日のねご飯の中でこの油揚げ谷口屋の油揚げがあるんですけども、今日ねこれ買ってきております。今日っていうかまあ昨日かな。越前塩の桜の塩。今回ねこれを使って食べようかなと思います。今日のご飯はねこちらになります。まずはねこれ谷口屋の油揚げと、これねこちらもこの間インスタでいただいたお魚配りおじさんのキャンペーンでいただいたやつです。これでもう全部なくなりました。これ糸よりですね。かなりの量入ってます。はい、こちらですね近江町市場で購入した甘エビです。600円分。これなんか能登の方の甘エビみたいですね。あとはセブンはサラダお野菜系です。はい、ということでね今日はねこんな感じのラインナップです。じゃあいただきますしましょう。いただきます。そして乾杯。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 今日は手で熱いので。いただきます。はい。今日うーちゃんお米はいらないそうです。そうです。甘エビは剥かなきゃ。いただきます。ね糸よりさん。はい、じゃあいただきます。うん。うまっ。甘エビはゴミこれね。これか。これは簡単にこうやって剥けるよ。これまだ剥くの？うん。ここから。そう。何そうなったの？一体何が起きてそうなの？これどうすればいい？何これ？何がどうなってこうなっちゃった剥こうとしたらそうなった。はい、じゃあね甘エビ。うん、うまっ。うん、うまいよ。うまいんだよ。の？甘エビ食べたうちゃん。う美味しかった？ん、うん、これは日本酒と合いそうだね。うん、ちっちゃくてさ、これツルツルっていっちゃう。あ、びっくりした。結局ママが全部剥くって。びっくりしたな。はい。じゃあねママがすべて結果
剥く。これじゃんどうだったエビ？エビはね、うんなんかツルツルしてた、すごく。美味しかった？だからね、噛む時にもこうやって歯がってツルツルしてた。甘いエビさん。これも食べれば。そうだ、これこれでもねめっちゃうまいよこれ。やっと食べれるよ。うまいエビうまい。甘っ。うん。石川。箱ごと入れてたの。あ、そうだね。箱ごと入れてたわ。衝撃なんだけど、瓶じゃなくて箱ごと入れてるっていう。こちらですね、石川地酒ということで、今回ですね、この日本酒買ってきました。で、こちらの日本酒ですね、購入すると、なんか一部、能登のね、震災の支援に回るということだったので、こちらをね、購入しました。もちろんね、美味しそうだなっていうのもあったんで、ここにしてきたんですけども、で、これね、中身に何が入ってるかって言いますと、吉田酒造店の、竹葉っていう、竹の葉って書いて竹葉ですね。純米大吟醸なんですけども、これね、すごい気になったのが、純米大吟醸っていうのをね、私たちいつも好んで飲んでるんですけども、このお米の種類なんですけども、石川門っていうのかな。石川門 100% って書いてあって、これ初めて見たよね。石川門って。で、これはね、能登のお酒らしくて、で、能登半島の地震によって酒造りが断念される中、吉田酒造店によってもろみが救出され、無事に日本酒とすることができましたと。こちらね、能登の魅力を高めるということで、こちらね、現金付きの日本酒になっておりました。じゃあね、これを入れたいと思います。はい、じゃあ乾杯。乾杯。あ、なんかフルーティーな香り。うん。あ、これもすごいさっぱりしてる。飲みやすい。そうだね。これもなんかあれだね。とても美味しい。甘エビがまた最高なんじゃないかな。ちょっとまたこの間の黒龍とは違った感じのさっぱりだね。黒龍はちょっと不思議なさっぱり感だったよね。でもこっちの方が甘くない？こっちの日本酒の方が日本酒感はあるよね。結構甘エビペロッと食べれるもんだな。いや、この日本酒とまたねめっちゃ合う。この石川門。そう。意外と足りなく感じるよ。いやマジでね、この北陸は海産物やっぱ強いね。美味しい。本当にめちゃくちゃうまい。大人たちは晩酌しながら、うーちゃんもチョコを堪能する。ちなみにこのチョコレートの嫌なところは粒がちっちゃいからそうもう落ちてしまったら最後いろんなとこに行くっていう。溶けるじゃんチョコ。はい、ということでね、これからですね、エビの頭を塩焼きじゃないか、揚げでも一回ちょっと水分がこれがねパリパリになるかと思います。で焼けた後はもうねここに乗っける感じで、あとは塩でパラパラっとやって食べようかなと。いいよ。28匹、ほらだいたい30匹ぐらいある。あってたじゃん。食べれる？噛み砕ける？おいしい。体の皮以外は殻以外は余すことなく。こんばんは。皆さんすいません、ゲリラライブです。そしてちょっと日本酒開けててほろ酔いです大人のゲリラライブということで今回ちょっと始めました。お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今ですね、ちょうどライブが終わりました。ゲリラライブっていうのはね、実はもうすんごい久しくやってなかったので、今回めちゃくちゃ久しぶりでしたけども、なんか常時140人ぐらい来ていただいて本当ありがとうございます。はい、遅い時間の中たくさんの方に来ていただいて本当感謝です。ありがとうございます。スパチャもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ライブをやってね、開けました。今日買ったね。空っぽです。竹葉？もうないです。
こんなすぐなくなる？でもそんな大きくないからね。だって500のペットボトルと比べたらあんま変わんないからね。まだでもあと1本飲めそうだね。はい、ということで今ね、ライブも終わりました。でもう寝ます。はい、うーちゃんおやすみなさい。バイバイ、おやすみ。バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね、9時26分で室温が 19.6 度、湿度 61% です。少しね、湿度高く感じるんですけども、今はですね、もう雨も降ってなく晴れてますので、この後ね、だいぶ過ごしやすくなるんじゃないかなと思います。ちなみにね、室温も 19.6 度なんで、全然ね、快適に眠れました。今のところこの旅でエアコンつけて寝れてないですね。で、今日もそんなに気温上がらないみたいなので、またね、快適に過ごせるんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、今日もね、準備していきたいと思います。はい、今ですね、出発しました。で、今日はね、朝ごはんをね、食べずには出発しております。いい天気ですね。そう、昨日はね、ちょっとまだどんよりしてたけど、今日はいい天気になりました。でも今日も気温がね、そこまで上がらないみたいなので、過ごしやすい感じ。21度ぐらいって書いてあったかな。あ、そう。最高気温が昨日パパ見た時18度とかだったよ。嘘。まあいずれにしてもそれぐらいの気温なんで、まあ、比較的過ごしやすいぐらいの感じかなと思います。今日はこれからですね、8番ラーメンまずね行こうかなと思っております。まあ、昨日からねちらほらね見かけてはいたんですけども、まあ、せっかくねこっちまで来たのでお昼をね8番ラーメンで食べて、それからですね、その沿いを走ってって尻浜渚ドライブウェイの方にちょっと行こうかなと。なんかあれなんだよね、昔より少しだけ幅が狭くなったかなんかだったよねっていう話は聞きました。あれだよね、はい、終わった後なんかさ、近くのところの足回りさ、ピューって流せる道の駅かなんかがあって、でそこで車のね洗浄がありまして、そこで洗浄ができます。で確かね、そこ今ね RV パークもできたんじゃないかな、その道の駅に。だから前はなかった気がしたんだけど、今確かね RV パークがあったかと思います。今日はゆっくり時間が割とあるでしょ。そう、昨日はねちょっと逆に金沢をね切羽詰まりながら回ってたんだけど、今日はそんなあれもないんでゆっくり過ごそうかなと。だからその後何も考えてないんですよね。何も考えてないからちょっと移動しようか、またどっか寄ろうか、またね、ラーメンでも食べながら考えようかなと思っております。はい、ということでね、今ね向かっている8番ラーメンなんですけども、なんとねもう創業が50年以上になっているというかなりの老舗です。で、まあ、こっちの人はね8番ラーメン店舗たくさんあるんで、もうそのよくご存知かと思うんですけど、でただ一番最初に開業した8番ラーメンっていうのがその国道8号線の沿いにできたから、それにちなんで8番ラーメンというらしいです。こう歴史のあるね伝統のラーメン屋さんっていう感じなんですけど、なんか一方ではその味をシステム化してね、すごいねどこでもできるようにっていうようなフランチャイズ化したチェーン店でもあって、効率的なラーメン屋さんでもあると。でラーメン自体はすごいなんか野菜がねたくさん乗ってる野菜たっぷり系ラーメンみたいなので、僕らもね1回だけ行ったことあるんですけど、まあ、当時ねそんなに気にせず行っちゃったんで、実はねそういうね、企業努力というね、そういうねシステム化された効率的なフランチャイズ店ということで、この石川県とかね福井とかね北陸を中心にたくさん店舗あります。やっぱり関東の人からするとこんなにチェーン店のラーメン屋さんあるんだと思うんで、関東もね、まあ、特に神奈川とかラーメン屋さんたくさんありますけど、どっちかっていうとね、まあ、チェーン店というよりかは、まあ、何々系みたいなそういうのが多いから、あんまりちょっと違う文化のラーメン屋さんだなと思って、まあ、今回ねそんなことも考えながら8番ラーメンにね、今から向かっていきたいと思います。ラーメン北陸も多いね。多い。富山入ったら富山ブラック行きたい。杉浜渚ドライブウェイ、今日は結構いい景色なんじゃないね。あ、目の前が海。なんか今日海がすごい綺麗だね。これを渚ドライブウェイ。もうすごい綺麗。おーいいね、景色綺麗だわ。すげえ綺麗。とても綺麗です今日。逆に昨日だとこんな綺麗に見えなかったかもしれない。ある意味良かったね。昨日だと曇ってたから。そうでこんな感じの通りをずーっとね走ってって、で一回途中降りて今回ラーメン食べに行って、でまたこの沿いというか走って尻浜渚ドライブウェイ、ちょっと海沿いを外れて少しだけ内側の方に入ってきた。なんだろうこれ、カジマート。
行してるうちにあと1キロあと以内で到着です。あの8番ラーメンかい？どれ？あ、そうあれあなんか混んでるね。もしや結構混んでるか複合施設なのか。ああ、そうだね。ドライブスルーある。どういうこと？ 8 番ラーメンのドライブスルーかな。面白い。面白いね。はい、無事に到着。そうだな、8番だ。パパね、どれにしよう。あ、8って書いてある。うん、うまい。これもやっぱ辛麺って書いてある。これを入れて一緒にちょんちょんして食べる。やってごらん。はい、今ですね8番ラーメンに行ってきました。味はね本当美味しかったです。結構ね種類もあってお子様メニューとかもあります。まあ、入る時はねちょろちょろっとこう人が多かったんですけど、ちょうど出るぐらいの時が一番ピークだったよね。12時あたりはもうピークだった。そう、めちゃくちゃ人来ててちょうどいい時間に入れたなっていう。人気なんだね。めっちゃ人いた。今日はね、この後ですね、千里浜渚ドライブウェイの方に向かうんで、まあ、向かうっつってもね、あとね10キロないんですよね。割と近くなのかなと思います。綺麗なとこだねここね。この辺なんかすごい綺麗ね。家もなんか区画がすごいさ、綺麗に整地されてるっていうのかな。まさにこの海の見える街で、すごい景観がいいよね。でもなんかこれも道の駅って書いてある。これが道の駅？あ、ここが道の駅高松だって。でもあっち側もだよ。じゃあ何？上下線なんじゃない？そういうこと？上りと下り。またちょっと不思議な。まあ、道の駅っていうかなんかサービスエリアっぽいよね。パーキングっぽいよね。でまあここからねもうあと6キロぐらいで到着しますので、とりあえずね安全運転でね、向かっていきたいと思います。はい。すごい景色綺麗、めっちゃいい。ここで降りるのかな。今浜ってとこ。いやいい。千里浜渚ドライブウェイ。おお。もういるね結構。おお、すごいね。おお、うーちゃん海。うーちゃん見て。わー、近い。すごーい。なんかすごく近いよ。すごく近いです。うわ、めっちゃいい。すごいね。で横からだとこんな感じ。めっちゃいい。はい、こんな感じでですね車から海が見えます。すごいね、めっちゃ綺麗。ゆいちゃん裸足になったの？私のさっきワオって水に当たったからね。そうなの？じゃあ水入ってくる。どう？今ね、この千里浜でまさかお声掛けしていただいた方と一緒にうーちゃんも海に入っております。まあ足だけね冷たい。
ということでですね、今ちょうどねここで海遊びをねふーちゃんとしていたらたまたま通りがかったねこのリビングストーンのラジオねオーナーの方が動画をね見てくださってて声をかけていただきました。ありがとうございます。子供たちは仲良くなるのも一瞬なので一緒にずっと遊んでました。本当ねこういうね出会いがあるのもねキャンピングカーすごくいいなって思いました。ふーちゃんどうだった？友達がいたから楽しかったよ。楽しかったね。シャワー。そうだね、ふーちゃんはちょっとはいあ、なんか出てきた。はい、ということでね、ここでね、コーヒー飲もうかなと。で、電源はね、もちろんブルブルでいきます。今、音声入ってるかな？波の音がすごい聞こえるんですよね。こんな感じですね。車内から見える景色です。ここら辺にだからさ。そうだよ。そう。そうだよ、うーちゃんはさっきまであそこにいました。さっきまでここにいた。はい、で、そうこうしてるうちにね、こっちはこっちで、こんな感じで、コーヒーを用意します。今、ふーちゃん今ぼーっとしながら外見せて。さっきのコーヒーにこれを振りかけようかな。金粉。あ、昨日のねちょっとあったよね、でも前そういううん。コーヒー。いやー、いいな。懐かしいね。懐かしいね。景色を見ながらのコーヒー。最高です。今ね、比較しております。前回のね来た時カービィの時と、ボーンになってからです。あれからね5年ぐらい経つんですけどもだいぶね変わりました。こんな感じです。よし、じゃあ出発します。はい。いやー、すげえ景色良かった。そうだいぶ今ねパパたち手前の方にいたもんね。うん。これ結構奥まであるよねまだ。すごい綺麗。結構満喫した感が。うん。コーヒーも飲んだし、海でちょっと遊んだし、ふーちゃんが。すごいね、ずーっと広がってる。いや、いい場所。また来たいな。ハマグリ食べれるのかな。本当だ。いいの。こんなとこあるんだね。ハマグリ食べれそう。ちょっと食べれるところ。焼きハマグリって書いてある。食べたい。もう走り終えて。うん。これよく見たらこれ奥まで行けんだね。本当だ。ここでほら千里浜のあれだから。本当だね。パパたちはここで行っちゃうけどまだ行けんだね。でもここで向かっとかないと株洗浄ができない。下のしたいよね。そうあれ絶対やった方がいいからね。まだあんのかな。でもいやあるでしょ。結構並んだよね前ちょっと。でも今日ほらそんなに人いないからそもそもいける？いけんじゃない。はいということで、道の駅のと千里浜に到着しました。あこれ RV パーク。まずはね道の駅自体は混んでるけど。そうあれやらないと。本当だ。そうそうそう。ここが RV パーク。そしたらねここでよいしょで止めます。で止めてから外に降りてで料金無料です。そしてこのスタートボタンこれね押しますよ。いやおあれさ届いてんのかな。そうそうこんな感じで洗浄されます。これよく見たら横も洗浄されるのね。そうそう。あこんな感じで横も洗浄されてます。こんな感じですね。さあ綺麗になるでしょう。はいこれで終わりなんで車出しちゃいます。はい
はい、ということでね、出発しました。で今日はねこの後ですね RV パーク予約しておりますので、そちらにね移動するのと、あとね温泉もそこについてるので、一緒にね、そこで、済ましちゃおうかなと思っております。でただねその前に、燃料入れたりとか、あとちょっとこう水が足りないので、飲料水に水がもうないので、それを買いに行ったりとかねしようかなと思っております。よし、じゃあ出発。ガソリンスタンド行った後にすぐ近くのウェルシアで日用品水とかね足りないものを購入して買ってきました。そうでここからねコロカキの里しか、あそこがね RV パークです。道の駅と併設してる RV パーク。5年前にも行ったんだよね。そうちょうど5年前にもあれができるんですよね。水道の入れ替えとか、あとゴミ処理もできるんで、あと温泉が付帯してる、そういうメリットがあるので今回ねそこを使います。なんだかんだ言ってもう4時なのに。そう今日はでもなんか違った意味で充実してる。はい、今もうすぐですね、道の駅コロカキの里鹿に到着します。あと1キロぐらいですね。なのでもうすぐですね。結構今のところもそうだけど、ここら辺まで来て地震の被害っていうのがね少し現れてます。あそこもそうだね。地面が割れてる。そうだね。なんかあとは屋根とかね、古民家のね部分。そうだね。隆起してるところとか崩れてるところとかはそうだから、そこがねちょっとね、そうこうしてるね。ここもそうだったのかな。わかんない、どうだろう。ここなんか直してるもんね。ちょうどねここなんですよ。これ前ロッキーって入った？ロッキー行った前も。そうだよね。意外と楽しいんだよあそこ。で上がもうそれ崩れてるね。こういうのとか。ここはもうすごい倒壊しちゃってるね完全に。結構だからやっぱあれだね、場所によっては。そう RV パークそっちか。でもさもう5ヶ月経ってるんだよね。5ヶ月経っててどこまで復旧できてるかっていう。はい、今ですねちょっと受付に行きます。この辺の亀裂がすごいね。これどっかに持ち込めんのかな。どっかに持ち込めんのかなね。はい、これね目の前のロッキーすごいね。そうあの時ね横浜の駅でもこうなってたんだ。 3.11 はい、無事にね、到着して電源とかね設置しました。とりあえず RV パークでやるべきことは今全部終わった感じかな。これから水捨てる感じだよね。そう排水はねさせていただきますね。なんかね、それこそね今ねロッキーね言ってたけど、建屋に関しては結構やっぱり損壊を受けてる場所もあったし、この来る途中もね。でロッキーに関してもちょっとこうなんだか隆起してる場所とかもところどころあったりとか、一部天板のところが剥がれちゃってたりとかはしてましたね。ただどっちをとってもこの RV パークそれからロッキーを見ても両方とも普通に営業しております。でやっぱり人が来ないことの方がねちゃんと営業できててもそれが一番ダメージが大きいのかなっていうイメージです。あとはだからこれよりか先の地域に行くとおそらくもっと震災の爪痕が大きいところが増えてくるのかなと。でロッキーの中にはね能登の消費応援消費お願いしますって表記が結構あったんで、いつ食べるか分かんないけど能登牛は買ってきた。冷凍庫に入れとく？でもこれ美味しそうですよ普通に。こんな感じ能登牛。これねロッキーで売っててそのね応援商品のところだったので買ってきました。これをね食べようかな。能登だからこそ買ったっていうところが。そういがら餅っていうやつですね。これ名物なんかね売ってましたレジの近くに。ちょっとねこれをね食べてみようかなと思うんで。鮮やかな。なんかねこの辺の名物っぽかったです。おいしい。つぶつぶだよね。もち米が上に乗っかってる。はい、ぜひね皆さんもね能登来た際にはこのいがら餅もし見かけたら買ってみてください。普通に美味しいです。
そっちのね温泉に今から行ってきます。RV パークに温泉ついてるのすごく楽でいいです。何個か買っちゃう発言。はい、ということでね今ね温泉に入ってきました。だいぶねゆっくりしてたので、もうなんだかんだ8時なので、急いでねこれからご飯とかね食べようかなと思います。ふーちゃん今日何着てるの？おふーみたいな水色のキャンピングカーみたいなハンギョドンです。キャンピングカー。ちなみにこれ昨日だっけ一昨日のドンキで買ったやつ。ハンギョドン。ふーちゃんその色好きだよね。ですからそうだよ、好きだよ。ということで今日はふーちゃんギョドンです。ウィー今日はキャンピングカーの中でドライヤーです。久々だね車の中でドライヤー。5個ずつしか焼けないか。じゃあ、食べていいの？ママもいい。うまい。はい、ということでね今日のご飯はこちらになります。サラダとこれ昨日買った焼き鳥で、あとこれね昨日近江町市場で購入した、昆布締め刺身、ヒラメです。この3つでねご飯食べようと思います。トゥントゥトゥン、なんかすごいことになってる。残った昆布も一応食べれることができるそうです。あ、くるくる回ってる。こっちに出しちゃいますんでちょっと手ですいません。そういう感じになってない。ぐるぐる回ってんだ。本当に昆布に巻かれてる感じなんだ。思った感じと違ってちょっとびっくりした。取るのが大変かも。味がすごい引き締まってそう。あ、もう一層ある。すごい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 。結構入ってる。わお。これね我が家この中に氷入れてます。これ結構氷持つんで便利です。で1袋は冷凍庫に入れて1袋はこのスタンレーの中に詰めちゃいます。こんな感じでね氷が出てきます。わお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 。なんかすごいことになってる。それ誰の？飲むの大変。誰のだの？それ誰の？よし。食べてもいい？いいよ。乾杯しよう。いただきます。じゃあもう乾杯しよう。あ、いいや。あ、冷たい。乾杯。どんなで乾杯してるのか。今日はレモン豆腐。焼き鳥の塩は桜の塩。車で焼いて焼き鳥。焼き鳥の話。でも醤油とかは必要だな。醤油つけて食べるとうんま。引き締まってるなんか味が。うまい。さあ日本酒。じゃん。あ、キンキンに冷えてる。はい、ということでね今回ね購入してきた日本酒はこちらですね。羽咋市の巫女の里というところで作られている巫女という日本酒です。でこちらのね、純米大吟醸なんですけども、世界農業遺産の巫女原の棚田で作られた百万石の白っていうですね、石川県の酒米ですね。オリジナルの酒米、これを 100% 使用した日本酒です。これね店頭でね100万石の白、これね100万石の白、これを使っている日本酒
割とね種類が結構ありました。この能登だけかもしれないんですけど、本当ねたくさんあった。その中でもね一番ちょっと気になったこのミコというのを今回ですね購入してきました。これ道の駅でね購入してきました。はい、ということでねこれをねちょっと今日は飲もうかなと思います。なんか全部白いとあれみたいだよね。魚沼の里で昔買ったさ雪室貯蔵のあれも全部白かったっけ？八海山か。あれもこういう真っ白系だったと思う。乾杯。はい、乾杯。うん、あ、昨日よりかは結構日本酒してそうしてる。そうだね。日本酒感もちょっと強いかな。うん。あ、でも美味しい。ただやっぱこれね大吟醸だからかな。これ結構甘いしいいお酒って感じがする。うん。これいずれにしてもこの昆布締めと合いそうな感じの日本酒です。うーちゃんお試しよう。うん。うまいね。合う合う。うまい。昆布締め美味しいってうーちゃん。うん。多分うーちゃん将来お酒飲む人になんだよなこれじゃ。お酒飲む人だな。うんうん。はい、ということで今日までうーちゃんが考案したコメントテーマですが、はい、この串。こっちに。これはね、豚のねぎまかな。今回のコメントテーマはこの串物で好きなもの、例えばねぎまとか、つくねとかそうだね、つくねとか。うちが好きなのは桃串とか。パパが好きなのは皮とねぎまかな。ねぎまもそれ豚だよ。うん。やっぱ僕ね鶏でも豚でもねぎまならいいの。うん、ネギが好き。ママは鶏のねぎまの塩と、あとつくねのタレ、あとなんか食べ先でたまに食べて、うわービール飲みてーってなるのがぼんじり。ああ、ぼんじりね。たまに食べると美味しいよね。ぼんじりうまい。でも油が結構。あれはほんとビール用だよね。うーちゃんはつくね。あれじゃんつくねが好きつくね。うん。うーちゃんでも最近食べれるようになったよね、焼き鳥も。少しだけ。つくねって柔らかいからさ、今は歯抜ける年でもあるから、そんな時でもな、その時これ食べたらさ、これ一点になるけど、つくねは柔らかいから食べやすいかな。つくね美味しいよね。でもさ、昔はちっちゃい時は焼き鳥はタレが好きで、うん。タレばっかり食べてたんだけど、大人になってっていうかお酒を飲むようになって塩の魅力が基本ベースは塩だよね。皆さんが好きな種類をぜひ教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと通らせておくれ。アイス取ります。あ、飛んだ。じゃあアイスを出せとうるさいので。なんかさ、ここ温泉ついてるじゃん。サーティワン売ってたんだよね。サーティワンアイスクリーム売ってて、ちょっと珍しいなって。だいたいこれだよね。そう、大体このタイプのカップのね、普通のやつ。そうなんだけど、今日売ってたのがこれ。これちょっと珍しくて。ね、普通のコーンだよね。うん。普通のやつ、もう本当に。これごと売ってた。なんでこれね、今日買いました。これ見たことなくない？うん、ない。売ってんのってね。初めて見た。うん、食べますね。そう、いただきます。はい。勝った歯が冷たくて食べれないんですけど。うん、まあ少ししか食べれないじゃん。こういうところはね、そういうちょっと固めなテイストだよね。なかなか珍しいね、サーティワンそれごと売ってるやつ。パチっていった歯がさ、欠けたのかと思ってびっくりしちゃった。うーちゃんも。あ、でも痛くなかった。だってアイスだからそれそうに決まるでしょ。ちなみに今このコロカキの里鹿の道の駅はトイレが仮設になっちゃってて、でもコロカキの里鹿自体の、館内のトイレは問題なく使えます。外についてる屋外トイレ、あとこの道の駅側ですね、そこがなんかちょっと今ね使えないみたいで、仮設トイレになっておりました。治るまではってはうん、仮設トイレって感じだよね。そう、まあでも2個ずつぐらい4個ぐらいあったよ、仮設トイレ。男子2の女子2って感じ。今日のご飯も美味しいですね。こっち基本ご飯美味しいよね、う北陸って。明日からちょっと富山入ろうかなと思ってる。ん。いい旅だな。
ということでね、ういちゃん宿題中です。我が家のフィギュアの頑張っております。はい、ということでね、我々大人もアイスを買ってあるので、ママもこれ。ママはうーちゃんと一緒のホッピングシャワーで、パパはカップのチョコレートミント。だからこの形はよく見るよね。そう。カップのやつは。スモールのシングルカップぐらいかな。シングルコーンぐらいの大きさかな、これ。ああ、そうかもお。店である。そうだね。ね。ちょうどそんぐらいだね。うん、確かに硬い。唯一これもチョコミントの部類に入るんだけど、私はこれしかチョコミント食べれない。王道のチョコミントは食べれない。結構チョコミント食べれる、好きな人と嫌いな人で分かれるよね。ここの問題は同じ同じ。30でいいのか。そう。はい、ちゃうちゃんおやすみなさい。おやすみなさい。また明日。また明日。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね、8時36分です。室温が 18.9 度。湿度が 73% です。湿度がね、メーター上かなり高いんですが、実際ね、体感はそんなに感じないです。室内もね、かなり快適に今日もね、過ごせたかな。ちょっと肌寒いぐらいですね。ということでね、今日も準備していきたいと思います。昨日からっていうか、この旅始まってから、これね、ジンバルと呼ばれるものでね、いつもね、僕が今撮影してるこのカメラをここにセットして、使う。そうすると、この手ぶれしないよっていうやつなんですけど、この旅始まってからちょっと調子悪くて、なんかね、パワーダウンしてヒューンってなっちゃうんですよね。ジンバルとして使えなくなっちゃって、ちょっと今ね、急遽折りたたんで、しまっております。とね、この旅の途中で壊れるっていうね、緊急事態です。なんで、ちょっとね、手ぶれしないように頑張ってね、この今の手持ちカメラで頑張ります。こんな感じで。まあ、結構使ったもんね。おいちゃんがぼーっとしてるけど。はい、ということで今ですね、道の駅の RV パーク、コロカキのサトシカを出発します。ここですね、ここが RV パークになっております。で、隣が道の駅と温泉になってます。で、昨日ね、買い物したロッキーがね、目の前ですね。この辺とかもみんな地割れっていうか地震の影響なのかな。もうあるんじゃない。あんだけロッキーが盛り上がってたら多分この辺もそれなりには。今もね、左側多分これもそうだな。地震のあれだね。はい、走ってる通りなんですけども、例えばそのあちこちで倒壊してるとか、そういったことはないんですが、やっぱりね、大なり小なり地震の影響はね、ある地域でした。で、現状ね、今止まったね、道の駅この先のサトシカの RV パークとか、どちらかというと普通に営業されているので、人が来てほしいっていう状況だとは思うんですけど、今回ね、溜まったのも僕らだけっていうことで、あまりこう人がまだね入ってきてないっていうのが現状なのかなと思います。はい、ただね、通してね、千里浜もそうですけども、大なり小なり影響を受けながらも今はもう普通に再開もしているところなので、ぜひですね、この辺のね、旅行とか検討されてる方はね、来ていただいて応援消費みたいな形で支援とかね、できたらよりいいのかなと思います。はい、なので僕たちもね、できることを、自分たちが、ね、できることをまずはね、することが大事かなと思います。どうやらこの辺が昨日の日本酒ミコの作られてるところ、ミコハラってところらしいです。すごいのどかでいい場所。なんかまた違う。直売所なんだ。ここは駐車場。止めてみる。寄り道パーキングだって。はい、ということでね、ちょっと今ミコハラ農産物直売所の横のね、寄り道パーキングに車止めて寄り道しております。なんかね、ビュースポットとかもあるらしいんで、ちょっと行ってみます。美味しそうだ。これじゃあこれ買っていく？そうなの。でもここのお米でしょ？おにぎり大量。醤油ベースはこっちなんじゃない？こっちは王道だからこっちにするじゃん。
どっち？どっちでもいい。これ？ちょっとなんかあんこは入って名おります。物おはぎらしい。あ、それこっちか。あんこ入ってない名物おはぎ。じゃあパパと一個ずつ食べよう。こっちもあるけど。いいよそれで。いいの？はい、ということでね、せっかくなのでちょっとね、棚田のビュースポットまで行ってきます。ここからね、徒歩で5分ぐらいなので、寄り道パーキングにね、止めたままちょっとね、行ってきます。で、ママが買ったね、おにぎりとかはね、また後ほどね、車で食べようかなと思います。はい、で、この辺からね、ちょっと棚田に向けて登っていきます。なんか夏っぽい感じの風景だ。Google マップでね6分って書いてあったんで、もうすぐかなって思って見てたんですけど、車で6分でした。徒歩に直したら21分です。割とハードだった。ただね、この道ちょっとね、ギャンカーさすがにきついかな。こんな感じでね、ちょっとまだ歩いております。もう少しかな。なかなかね歩かないようなとこ歩いてるんで、すごく不思議です。頑張って。はい、結構ね登ってきました。だいぶね景色が変わってきて、今こんな感じです。すごい綺麗。はい、もう少しね頑張って歩きます。はい、ということでね、今無事に到着と思われます。こんな感じですね。これ多分あれだね、稲の季節だともっとふさふさっとしてんだろうね。すごい綺麗です。でも水張ってるからね。うん。すごい綺麗に見える。ちなみに後ろもまだもうちょっとある。ここね。そう。多分ね、本当はもっと上まで行けるんだと思う。さあ、ここから車まで戻ります。帰りは下りなんでまだ気が楽です。いやー、果てしない。でもすんごい綺麗。はい、ということで、ここね、三保原の棚田ビュースポットでした。はい、今ですね、戻ってまいりました。まあ片道約20分ぐらい、往復40分ぐらいの道のりです。多分なんかね、結局つながってるっぽいよ。今ね、目の前に見えてるあの建物の横にボンちゃんが泊まっております。はい、ということでね、戻ってご飯食べます。かな、お昼のチャイムかな。三保原町の由来なんだろう。うん。まあでも名前がね、三保原だから、神の子だからすごいよ。確証がありません。由来だから。戦国町とか菅池町は詳細っていうか、なんかそういうあれがある。今一番に近いところまで行ってたのかな。なんかそんな気もする。まあいいや、行こう。ということでね、無事に帰宅したので、ご飯食べます。はい、みんなで食べましょう。なんかたくさん買ってきちゃった。何買ってきたの？おにぎりを、これを1、2、3、4全部合わせて4つね。唐揚げと、おはぎあとバナナシフォンを買ってきたはい、みたいということでね、です。この単直でね、いろいろ買ってきたので、お昼ご飯を食べたいと思います。じゃあ、梅干しにしたの？うん、そうだよ。こういうお昼ご飯も良い。なかなか予定外だったけど、泊まってみてよかった。それはやっぱり計画がないからこそじゃない。あんなに20分歩くとは思わなかった。片道ね。そう。何言っておるのだって思ったよ。でもよかったのは、昨日の買ったあの日本酒がここの人ミコだったから。そう、これで見て、あ、ミコってそういう昨日見たなみたいな。たまたまそこがね、ここが三保原町だったので、すごいタイミング良かったの。このお酒がここでできてるっていうのがよく分かった。ね、あの米のどこかからできてるやつでしょ。庄屋のおはぎ。なんか多分有名なやつだと思う。ふいちゃんがおはぎ食べたいっていうので買ってきました。ママはバナナシフォン。うまい。おはぎうまい。もうおはぎもさ、
おにぎり1個分ぐらいのボリュームあるよね。よいしょか。パパも食べる。もっちもち。あんまりお餅感ない。スッてなくなる感じ。6回ぐらいで本当になくなっちゃうよね、噛んだら。柔らかめなのもちもち。はい、ということでね、石川県の羽咋市の方の三小原の棚田ビュースポットでした。でこの後ですね、そのまま富山に行くんですけども、ちょうどここ富山、ちょうど県境だね。はい、今富山県氷見市に入りました。ちょうど今ね氷見に入りました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。